主なポイントは餌場。ポイントを探していく上で、まず頭に入れておきたいことは、コウイカは普段捕食のために回遊しているということです。地形や潮の動きに合わせて、餌となる小魚やエビ、シャコなどの甲殻類が溜まりやすいところを探しながら、刻々と移動しているというイメージです。基本的に単独で行動することは少なく、小さいながらも群れを形成していると考えられます。つまり、高ポイントの条件となるのは、餌となる小魚や甲殻類が豊富に生息していることです。これは海底の地形や潮の動きに左右されますが、海面上から見るだけでもおおよそは判断できます。漁港であれば、潮当たりの良い堤防先端部や外向きコーナーの付近などです。周囲に反転流やよれが発生し、餌が溜まりやすいところが狙い目です。基本的に外側が高ポイントになりやすいですが、港内でもベイトフィッシュが入り込んでいれば高ポイントとなります。特にミオ筋付近は港内でも最深部となるので、コウイカが郊外から入り込みやすいです。また、夜の常夜灯下はベイトフィッシュがつきやすく、水面下で餌を追うコウイカが目視できることもあります。ここも一級ポイントと言えます。一見変化が少ない埠頭、岸壁でもコウイカが集まりやすい高ポイントはあります。漁港同様、潮がよれる場所がそれにあたりますが、潮よれは刻々と移動するので、目の前で発生したときは間髪入れずに狙ってみましょう。漁港や埠頭では海底の捨て石の状態も要チェックです。砂で埋まっているよりも捨て石がバラバラと入っている方が海藻が繁茂し、小魚や甲殻類もつきやすいです。磯であれば湾道の出入り口や岬の潮霜側が反転流やよれができやすいところです。干潟エリアでは全体に水深が浅いので、できる限り深いところを探してみましょう。護岸されているところや突堤などが狙い目です。ただし産卵期については、コウイカは通常とは異なる動きをします。産卵場を求めて浅場にある海藻が繁茂するところを回遊するようになります。産卵期はそれ以外の時期と比べて群れが小さく分かれてしまうので、数を釣ることは難しくなります。反面、ペアリングしている場合が多いため、2杯続けて釣れることがあります。産卵期はこの産卵回遊の中に捕食回遊が組み込まれると考えればいいです。具体的には海藻の有無がキーポイントになります。コウイカはカジメやホンダワラなどの海藻が繁茂している産卵場の近くで捕食活動を行います。なお、コウイカ釣りでは時間帯や潮の動きによっては実績のあるポイントであっても超過が伴わないことがあります。つまりは実績ポイントイコール回遊ルート上の1地点ということになります。いつでもコウイカがそこにいるわけではありません。当たりが出ない場合はどんどんポイントを探っていった方がいいです。特に好試合となるマズメ時は時間を有効に使いましょう。ただし夜釣りに限っては常夜灯周りで回遊を待つのも手堅い方法です。コウイカ狙いのポイントのまとめです。コウイカのポイントを探す場合、まずは水深5メートルから10メートルラインを目安にするといいです。海底は砂泥地底で潮がほどほどに通すところになります。漁港では堤防外側全域と先端部、港内にあるミオ筋などの深場周りになります。足元から水深がある埠頭であれば、沖だけでなく足元直下でも狙うことができます。磯場では湾道の沖向きや岬周辺が狙い目です。なお、コウイカは夜になるとさらに活動範囲を広げて、明かりの下で活発に餌を追う習性があります。特に闇夜の日は常夜灯の下が一級ポイントになります。小磯では反転流やよれができやすいところがポイントです。堤防は潮通しの良い先端やコーナー付近が有望です。潮の流れが速いエリアでは港内もポイントになります。海底の地形変化であるミオ筋はコウイカが足を止めやすくなります。水深の浅い干潟で常夜灯の下は満潮時が狙い目です。常夜灯の下は夜釣りの高ポイントです。
水深が深い埠頭では足元狙いも可能です。特に次のようなポイントは重点的にチェックしてみましょう。潮がよれる場所。コウイカは海底の地形だけでなく潮の動きにも敏感で回遊しながら餌を追います。潮目も含めて足元で小さなよれができているところは見逃せません。三尾筋。漁港の出入り口となる三尾筋は周辺で最も水深が深いです。周囲は地形変化に富み、潮の流れも複雑です。回遊しているコウイカが足を止めやすくなります。港内。潮の流れが速い海域にある漁港などは、港内でも潮の流れが強く、コウイカが餌を取るために入り込んできます。特に水深がある漁港内が狙い目です。ポイントに合わせた仕掛けを使い分け。攻めるポイントに合わせて仕掛けを使い分ければ、釣りそのものが簡単になります。仕掛けの使い分けのキーポイントは潮の速さです。つまり、エギを落ち着かせられるかどうかが鍵となります。潮の流れが緩やかならば、エギ単体仕様のノーマル仕掛けが当たりが出やすいのでおすすめです。しかし、潮が非常に速く、エギ単体仕様のノーマル仕掛けでは海底につけられない場合は、最初から胴付き仕掛けにするのが手です。水深10メートルまでならば、4号重りで十分着底させられます。潮が速く、ノーマルエギでは海底に着底させづらいですが、時間をかければ着底させられるといった状況では、エギにリードワイヤーを巻いたりすることで対応できます。潮が速い時間帯だけでボトムのズル引きで対応する場合、スナップで重りをラインアイにぶら下げるといいでしょう。仕掛けの使い分け方のまとめです。潮流が速いポイント。堤防先端や水深のある埠頭などでは胴付き仕掛けが有利です。胴付き仕掛けでも流される場合は足元狙いに切り替えるのも手です。潮流が遅いポイント。沖にキャストして着底するならノーマルエギの方が当たりが出やすいので有利です。潮流がやや速いポイント。ティップラン用のエギやシンカーを追加したエギを使用すればスローに海底を引くことができます。各仕掛けにおけるエギのセッティングを紹介します。ノーマル仕掛け。エギ単体仕様の場合はラインのリーダーにエギを直結します。ノーマルタイプやディープタイプ、ティップラン用のエギでノーマルエギングやズル引きをする場合はこのセッティング方法を取ります。スナップを返さないことでアクションにキレが出ます。エギのローテーションを頻繁に行う場合はスナップをつけておきましょう。外付けシンカー仕掛け。ノーマルタイプのエギでは対応しきれませんが、胴付き仕掛けを使いたくないという場合はシンカーを後付けして対応します。少し重くするならリードワイヤー、糸重りを巻き、しっかり重くするならスナップでシンカーをラインアイにぶら下げてみましょう。胴付き仕掛け A。胴付き仕掛けの基本形は、エギを結ぶ先糸は 20cm、親子サルカンから重りは 50cm が標準です。重りが着底してもエギは宙に浮くので、自然なアクションを演出でき、根がかりも軽減できます。キャストする場合にも、足元に落とし込む場合にも対応できます。胴付き仕掛け B。エギを親子サルカンにダイレクトに接続する方法です。自然なアクションは損なわれますが、飛距離が伸びるだけでなく、キャスト時の糸絡みが大幅に軽減されるメリットがあります。足元狙いでは、エギを震わせるような微細なアクションがつけられます。海底でアクションをつける。コウイカは海底付近が主な生活範囲なので、エギを海底付近、海底から上層1メートルくらいでアクションさせる必要があります。もちろん海底よりも上層を泳いでいることがありますが、当たりが出るのはやはり海底付近に集中します。海底付近でしっかりとアクションさせるためには、使用する仕掛けに応じたロッドアクション、リトリーブアクションを使い分けることが大切です。まず、ノーマルエギングの場合は、エギを着底させてからジャーク、しゃくり上げ、
フォールを繰り返します。ドラグ強度はアオリイカを釣るときよりも締め気味にしておきましょう。コウイカの足は太く強いので、身切れでバレる心配はほとんどありません。重要なのはジャークした後に毎回再着底させることです。エギが上方向に向かい始めると当たりが出にくくなります。当たりが出るのはジャークしてからのフォール中、もしくは着底後になります。当たりは基本的に小さいです。フォール中に出る当たりは引き出されていたラインが止まるくらいで、海底に静止させている時でも小さく抑え込む程度です。違和感を感じたらすぐにラインを張り気味にするとグイグイとした手応えを感じ取れます。外付けシンカーをセットしてのズル引きでは常に海底の抵抗を感じながら引き続けましょう。潮が速い時などはエギが浮き上がったままで海底から離れたところを引いている場合があります。ズル引きのスピードは遅いほどいいです。時々ストップさせてやることでコウイカにエギに抱きつく間を与えることができます。ズル引きでの当たりは重く感じるだけであることが多いですが、そのままスローに引き続けるとグイグイといった感触が伝わってきます。胴付き仕掛けの場合は重りが着底しているときは常にラインを張り気味にしておきましょう。こうすることでエギはそこから少し上の層でナチュラルに漂っていてくれます。アクションを加える場合はロッドを大きく煽って高く跳ね上げます。急激にロッドを煽るだけではアクションがしっかりと伝わらないので、一定の強さでロッドを大きく煽ることが重要です。なお、ドラグ強度はノーマルエギングよりも締め気味でいいです。強くしゃくった時にドラグが滑らないようにしておきましょう。胴付き仕掛けでは当たりはエギを静止させた瞬間に出ることが多いです。ラインを張り気味にして待っていると竿先がぐいぐいと引かれたり、それが手元まで伝わってくるので当たりは明確に現れます。3通りのスタイルの基本的な釣り方を解説します。ノーマルエギング、ズル引きエギング、胴付きエギングの3つの釣り方を駆使できれば、あらゆる状況でコウイカを攻略できます。ノーマルエギングは高活性のコウイカをアクションで誘います。当たりはフォール中、もしくはエギが着底した時がほとんどですが、時には水面までエギを追ってくることもあるので油断しないようにしましょう。ズル引きでは海底から離れない低活性のコウイカがターゲットになります。時折ストップしてコウイカがエギを抱く間を与えてやることが大切です。胴付きエギングは重りを重くすることで潮流が速い時にも対応することができます。重りを着底した後、エギが沈んでいく時の当たりが多いです。ラインを張り気味にして当たりを感知しましょう。ロッドワークの基本も大切です。エギをキャストしてから着底するまでの間は、ラインが風に流されないよう、竿先を水面に近づけて、水面上に出るラインをできるだけ少なくしましょう。しゃくるときは、ラインを張った状態からロッドを大きく煽ります。胴付き仕掛けの場合は、しゃくるというよりも大きく移動させるイメージで操作しましょう。当たりを待つときは仕掛けを止めて竿先に伝わる当たりを感じ取ります。この時、トップガイドの位置を目線と同じにすると当たりを目視しやすくなります。3通りのスタイルの基本的な釣り方のまとめです。ノーマルエギング、ジャーク&フォールのダートアクションで誘います。毎回着底させることが重要です。当たりはフォール中もしくは着底時に出ます。ズル引きエギング、スローリトリーブのみで海底を引きずってきます。時々ストップを入れてコウイカがエギを抱く間を与えてあげるといいです。胴付きエギング、一旦重りを着底させたら1メートルほど誘い上げて下ろすことを繰り返します。重りが着底してからエギが沈んでいくときにコウイカが抱いてきます。墨を履かせて取り込む。コウイカはアオリイカに比べて足は短いですが太いです。針さえしっかりかかればまずバレることはありません。当たりを感じたらすぐにリーディングでラインのたるみを取り、ロッドを水平の状態から真上まで
大きなストロークで強く合わせましょう。合わせが決まったらずっしりとした重量感が乗ってくるので、すぐにロッドを立てた状態で巻き寄せにかかります。決してポンピングせずに一定のラインテンションを保ちながらロッドを曲げ続けてリーディングします。コウイカは重量感はありますが、逆噴射は弱いので、やり取り中にヒヤヒヤさせられることはさほどありません。足元まで寄せてきたら、できる限りラインを巻き取り、ロッドとラインの角度を直角に近づけて、ゆっくり水面上へ持ち上げ、そのままクレーン車のごとく体を横回転させて護岸の上へと誘導します。あとは地面にゆっくり置けばいいです。ドスンと落とすと多くの墨を剥かれてしまいます。防波堤の上で墨を剥かれないようにするには、コウイカを水面上に抜き上げた時に一度護岸の壁面にコウイカをぶつける方法もあります。そこでブシューッと墨を吐かせて堤防上で吐く墨がない状態にします。水中で墨を吐かせても海水を吸い込んだら何度でも墨を吐くことを知っておきましょう。抜き上げたらエギを外し、締め具を使って生き締めしておきます。コウイカはアオリイカと比べて頭部がかなり小さいので、締め具があった方が締めやすいです。あとは墨で汚されないように密閉袋などに入れてからクーラーボックスに収納しましょう。なお、抜き上げが困難な大型のモンゴウイカなどがヒットした場合は、玉網で取り込んだ方が確実です。コウイカ類はギャフではかけにくいので、玉網の方が取り込みやすいです。コウイカには甲の先端部分に 5mm ほどの角があります。ビニール袋に入れるなら、プライヤーで角を折ってから収納すると穴を開けられずに済みます。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。